ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、業務連絡からになります。本日より、今週の視聴者プレゼントの受付を開始しましたので、プレゼント企画に応募されたい方は、動画の概要欄のリンクをクリックして、11月21日の期日までに、応募をよろしくお願いいたします。それでは、先週の当選者の発表に移りますので、抽選の様子をご覧になってください。先週の視聴者プレゼントには、407件の応募があったので、当選確率は、135分の1になります。先週の当選者は、1231万、6243、452万、3344 3、494万、1687 3の3名に決定しました。おめでとうございます。赤色のギフトパッケージの発送は、この動画が投稿されてから24時間以内に行いますので、商品がお手元に届くのを、楽しみに待っていてください。さて、今週は、初めてのギルドレイドのボス戦ということで、ほとんどの視聴者様は、わけもわからないまま、週末のボス戦を戦ったのではないでしょうか？カーク信者の場合だと、今週末のボス戦は、レベル65のボスを倒したら、それで終わりになると思っていたのですが、金曜日のお昼過ぎにログインしたら、ボスのレベルがすでに115になっていました。この時点で、カーク信者が思い描いていたギルドレイドのシステムと全く違うことに気づいて、ちょっと焦ってしまいました。あれれ？毎週1段階ずつボスのレベルが上昇すると思っていたけど、どうやら完全に思い違いをしていたみたいだな。そのようなわけでして、秋からスタートした新しいゲーム要素は、結果的には、カーク信者が想像していたシステムよりも、良心的なゲーム性だったということになります。さて、週末のボス戦には、大きく分けて2つの報酬が存在して、1つは、自分がボス戦で与えたダメージに応じて受け取る報酬になります。これはダメージ報酬と表示されています。カーク信者の場合だと、850万、ダメージをボスに与えることができたので、最大報酬の一つ手前までの報酬をもらうことができました。二つ目の報酬として、勝利報酬という、ギルド全体として受け取る報酬が存在し、こちらはレベル130のボスを倒すことができなかったので、レベル125までの報酬をもらうことができました。今週は、とにもかくにもわけがわからないまま遊戯をしたこともあり、受け取った報酬が多いのか少ないのかが全くわからずに、喜んで良いのかどうかすら、判断がつかない状態です。そこで、視聴者様には、カーク信者のギルドが受け取った勝利報酬はレベル125ということと、カーク信者が与えたダメージは、850万、だったという事実を報告するしか手立てがありません。これらの受け取った報酬量は、ギルドによって差が出ますが、これらがヒーローの育成速度にどの程度影響を与えるのか、現状では何とも言えません。ペットアドベンチャーの場合だと、マップ9を遊戯し続けているプレイヤーと、マップ12を遊戯し続けているプレイヤーでは、ペットの成長速度にある程度の差が生じることを、誰でも理解できると思います。しかしながら、今週からスタートしたギルドレイドの場合だと、それがどの程度明確な差になってヒーローの育成に影響を与えるのか、いまいち把握しづらいと感じています。どちらかといえば、そんなに大きな差となって現れないような気がしています。カーク信者が疑問に感じていることを話すよう。そもそも、運営側は、この新しいギルドレイドというシステムを、何を目的に導入したのでしょうか？新たな課金要素ということは明確ですが、どう考えても、それ以外の目的があってこのギルドレイドを導入したとしか思えないのです。ギルドレイドで稼ぐという発想ではなくて、大勢のヒーローをまんべんなく育成してもらえるように、プレイヤーを誘導することが真の目的だと、カーク信者は感じています。つまり、今回の新システムを導入して、ヒーローの最大 HP を大幅に上昇させることにより、多種多様なヒーローの組み合わせで戦えるようなゲーム性に導こうとしているというわけです。
それが回り回って、最終的には、エメラルドの販売量の増加に結びつけようとしているのではないかと想像しています。実際にカーク信者も、ギルドレイドがスタートしてから、多種多様なヒーローの育成の必要性を痛感していますし、視聴者様も同様に感じておられるはずです。このような推測をもとに、今回の新ゲームモードを考察すると、ヒーローウォーズの運営は、かなり良心的なゲーム運営をしているとカーク信者は感じているのです。まあ、この新ゲームモードが我々ゲームユーザーにとって、吉と出るか凶と出るかは、あと数週間もすればわかることなので、それを楽しみに、今週もヒーローウォーズを楽しみたいと思います。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。